ミーの72分の1スケールホーカーハリケーンマーク 2C の仮組みを行います。ハリケーン、スピットファイアと並んでイギリスを代表する戦闘機ですね。そうなのだ。今回のマーク 2C は純粋な迎撃戦闘機というより戦闘爆撃機としての性格が強い型式なのだ。マーク 2B とマーク 2C などがハリボマーと呼ばれていたんでしたね。対戦初期は戦闘機として活躍していたけど1942年頃になると BF109F 型などの最新ドイツ戦闘機に対して速度や上昇力の面で不利になってきたのだ。その一方で機体構造が頑丈で安定性が高かったことから対地攻撃や対終艇攻撃、夜間侵入任務などに活躍の場を広げていったのだ。前線の制空任務はより高速なスピットファイアに任せるという役割分担が進んでいったわけね。マーク 2C の大きな特徴としては主翼に20ミリ機関砲を4門装備している点かな。さらに爆弾下に増装を装備できるように改修されていて攻撃力と航続距離の両立が図られているのだ。生産数はどれくらいだったんですか？マーク 2C だけでおよそ4700機ほどが生産されたと言われているのだ。これはハリケーン系列の中でも最大生産数を誇る型式なのだ。ハリケーン全体だと確か14500機前後でしたよね。そうなのだ。つまり全ハリケーンの約3分の1がマーク 2C という計算になるのだ。イギリス本国以外でも使われていましたよね。ソ連にも大量に供与されていてマーク 2C もかなり含まれていたみたいなのだ。またフィンランドにも初期型ハリケーンが供与されていて継続戦争時にはソ連空軍のハリケーンと交戦するという少しややこしい状況も起きていたのだ。北アフリカやビルマ方面でも運用されていましたね。そうなのだ。ビルマ方面では当初は日本軍の一式戦闘機と空戦を行ったけど運動性能では分が悪く次第に制空戦闘よりも近接航空支援や対地攻撃が主な任務になっていったのだ。戦闘機としての第一線での活躍はだんだん厳しくなっていったわけですね。それでも1942年以降も前線で使い続けられたという点では信頼性の高い機体だったとも言えるのだ。それで今回はアカデミー製なんですね。そうなのだ。ホビーオフで箱なしキットとしてお手頃価格で売られていたので試しに手に取ってみたのだ。このキットの初出はいつ頃なんですか？1997年に発売されたのが最初みたいなのだ。アカデミーというとオマージュキットのイメージもありますけどこのハリケーンマーク 2C はアカデミーのオリジナル金型みたいなのだ。くっきりとしたオーモールドが特徴で当時のアカデミーらしい仕上がりなのだ。逆にこのキットを参考にしたと思われる製品もあるみたいですね。そうなのだ。この頃からアカデミーがオマージュされる側になり始めた時期なのかもしれないね。模型業界あるあるですね。実はこのマーク 2C のハリケーンに関しては他メーカーのキットもいくつか積んでいるのだ。どこのメーカーですか？本場イギリスのエアフィックスとマッチボックスなのだ。特にエアフィックスはいわゆる赤箱の新金型なので形状比較にはうってつけなのだ。ということは近いうちにエアフィックス版も登場しそうですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のホーカーハリケーンマーク 2C なのだ。背景は放射状に広がる街並みですね。パリとかかしらね。では中身を開けていくのだ。薄いグリーンのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。イギリス王立空軍第3飛行隊所属機、イギリス王立空軍第87飛行隊所属機となる。なるほど。部品点数は43点。このスケールのレシプロ機としては部品点数は普通かしら？ではアカデミー72分の1スケールホーカーハリケーンマーク 2C の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で6パーツ。操縦席床と操縦桿、座席となるのだ。その他にケーキパネルもあるわけね。ケーキパネルはモールド表現となる。パイロットはついてませんね。ある程度のディテールがあるから大丈夫かな。次はエンジンですね。エンジンといっても排気管のみで今は切り出して終了となるのだ。なるほどね。液冷エンジンですからね。そうなのだ。次はプロペラですかね。プロペラは3パーツ構成となる。プロペラが一体成形となりスピナーで挟み込む構造。時空系は胴体に挟み込む時に使うのね。
次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。プロペラとケーキパネルを挟み込んで接着。操縦席は後から組み込むわけね。貼り合わせたら排気管を取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドになります。深さもある程度あるシャープなモールドです。主翼はどうでしょうか？主翼は3パーツ構成。主翼かパーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。ここに操縦席を乗せるわけね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。やはりシャープなモールドです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるが、操縦席の開閉選択は特に記載なし。キャノピー後部を後ろにスライドするには透明パーツの厚みがありますからね。そうなのだ。厚みはあるけども透明度はどうでしょうか？問題なしなのだ。次は足回りですね。まずは飛脚。飛脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと試脚や試脚、カバーの構成ね。出来上がりはこんな感じなのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けられる。次は細かい部分の取り付けね。まずは左右主翼に 20mm 機関砲をつける。左右2門ずつ計4門となるわけね。機首の下部にはエアインテークを取り付けて、胴体中央下部にはラジエーターを取り付けるわけね。左主翼下には気筒管を取り付けて、主翼前縁部にクリアパーツを取り付けて終了ね。最後に総評なのだ。今回はアカデミーの72分の1スケールホーカーハリケーンマーク 2C の仮組みレビューをしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？パーツ数が控えめで全体の合も良好だったので、サクッと形になるキットだと感じたのだ。しかも操縦席は後から組み込める構成だから、先に胴体や主翼など主要パーツを貼り合わせて合わせ目処理をしてから塗装に入るみたいな進め方もしやすいのだ。モールドも大モールド、アカデミーらしいかっちりした雰囲気ですね。そうそう、合わせ目付近のケアさえ丁寧にやれば、あとはテンポよく塗装まで持っていけそうなのだ。気になるところはありましたか？外形の細かい指摘は後ほど先人たちの意見として触れるとして、投稿者的にまず気になったのは吊るし物が入っていない点なのだ。そういえば爆弾や増装が見当たりませんでしたね。そうなのだ。マーク 2C は主翼に 20mm 機関砲4門の重武装が目立つけど、爆弾以外にも増装をつけて航続距離を伸ばした例もあるので、せめて増装くらいはついていてもって感じなのだ。それでウェブ上の先人たちのご意見はどうなんでしょうか？よく上がるのは機種先端から胴体中央あたりまでの上面幅がやや細いという指摘なのだ。この手の話は胴体だけじゃなくてキャノピー周りの見え方にも絡むので、修正するとなると一気に難易度が上がるのだ。胴体だけ直しても透明パーツ側の幅やラインも合わせないといけませんしね。そうそう、クロートならバキュームフォームで自作したりもするんだろうけど、投稿者にはハードルが高いので、ここは雰囲気を楽しむ方向で割り切るのだ。とはいえパッと見でハリケーンに見えますしね。そこが大事なのだ。それにマーク 2C 自体は生産数も多くて、ハリケーン系列でも代表的な型式の一つ。マーク 2C だけで約4700機という話もあるし、ハリケーン全体の総生産数も約14500機とされているのだ。だからこそいろんなメーカーの解釈違いを見比べるのも面白いと思うのだ。ということはいずれエアフィックスと鍋て比較も期待していいですか？もちろんやってみたいのだ。どれくらい違って見えるのかはやっぱり並べるのが一番早いのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。